こんにちは、徳井です。今日はですね、千葉のキャンプ場に来ております。落ち葉がね、すごい綺麗な感じになってますけれども、ここでですね、本日はもうがっつり肉を焼いて、で、あとカレーライスを作ろうと思ってます。まずは荷下ろしからですね。これ前に行ったキャンプ場でね、買った薪が残ってたんで、まま持ってきました。で、キッチンツールバッグですね。ツールバッグで、このアルミコンテナ、最近もね、全ての道具をアルミコンテナにまとめようという風にしておりまして、まだできてないんですけど、これね、市販されてるアルミコンテナなんですけど、もうアルミコンテナに全て道具入れてしまえば、アルミコンテナを下ろす、でそこから出す、で帰るときはアルミコンテナに全部しまって、コンテナだけを車に積むっていう作業にしたらすごい楽だなと思いまして、できるだけコンテナの方にまとめようとしております。で、そんな流れでですね、ちょっとうちの得意ビデオストアのオリジナルのアルミコンテナを作ろうと思いまして、すごい多分いいコンテナができると思うんで、アルミコンテナキャンプライフがすごく楽しくなるようなコンテナを今開発中でございますので、ちょっと期待していただければなと思います。で、テーブルですね。テーブル出してと、本当にこれ1月の半ばなんですけど、あんまりね、まだ今年はそんなに寒くなくて、ちょうどいい感じでしたね。夜になるとこのぐらいの気温で焚き火楽しむのはすごく気持ちいいと思います。何よりこの落ち葉ね、冬キャンプっていうか秋キャンプみたいな感じですね、基本的にはね。さあ、でこれですね、うちのオリジナル焚き火台、第1号焚き火台メラタワーです。これのまだこれ試作、最終試作の段階、最終試作をこの試している段階なんですけど、世界初、おそらく僕が知る限り世界初の3段式焚き火台となっております。こんな感じですね。で、これ2段目に置いてある鉄板なんで、半円形の鉄板なんですけど、あれオプションで、鉄板もね、すごいね、厚みがあっていい鉄板です。今日はあそこでお肉焼いていきます。でですね、今日でカレーの方はこっちのスノーピークのこのガスコンロでやっていきます。で、まずはやっぱちょっとね、一杯いただきましょう。ハイボール、これスタンレーのね、氷入れですね。これ全然溶けなくてすごいいいです。ちょっと細かめのクラッシュアイスっぽい氷を今日は買ってきました。さあ、では焚き火台に火をつけていきましょう。これね、このメラタワーなんですけど、これね、トング、火ばさみですね。これ野良製作所っていうところのやつですね。全部鉄でできてます。こっちもこれ野良製作所っていうところの皮膚希望ですね。こう3連で連結するやつですね。これ全部真鍮でできてるんで、重いんですけど、すごい頑丈で、火に突っ込んで拭いても全然びくともしないので一生ものですね。重宝してます。で、とりあえずこのメラタワーに薪を置いていくんですけど、ちょっとね、今日この日着火剤忘れまして、着火剤がないので
一番最初につける薪は極力細い方がいいなと思いまして、とりあえずバトニングしていきます。このナイフもね、結構キャンプ始めたばっかりの頃に買ったナイフですね。これアメリカ製のナイフですね。15,000円ぐらいだったのかな。これ結構フルタングって言って、刃とね、刃が柄のところまで全部つながってて、こうバトニングとかしても折れたりしない頑丈なナイフです。そこでね、着火剤ってなんか気づいたらなくなってますよね。まあ当たり前なんですけど、使ってるんで。着火剤いつも大量に買っとこうって思うんですけど、もうすぐお風呂が来ますねっていうアナウンスが今私のナレーション撮ってる部屋に響きましたね。そう、着火剤がね、やっぱ知らん間になくなってるんですよね。あれないっていうね、いつも買う時に大量に買っとこうと思うんですけどね。さあ、そうしてちょっと着火剤ないんで、今日はね、この落ち葉とバーナーでつけたいと思います。そのためにね、薪をね細めに割っておきましたので、いきましょう。これね、一応なんとなくこう組む感じですね。高さを出しながら井桁のように組んでいくと。で、下にバーナーで落ち葉に火つけて、なんとか着火してやろうということですね。はい、本当にこのねメラタワーね、3段全部に巻き置いて火つけるとすんごい綺麗です。綺麗だし、とても暖かいです。で、こう2段目で調理したりとか、あと3段目はね、最近使ってて分かったんですけど、冬場なんか夜間置いたりとかするのにすごく便利ですね。そうするとわざわざ夜間用の火をつけなくても、もう焚き火がまんま夜間も温めてくれて、で調理までしてくれて、で夜間も温めてくれるっていう、すごいね、すんごい便利です。はい、なんとかいきましたね。もうここまで来れば大丈夫ですね。さて、メラタワー2段目3段目の方にも薪を置いていきます。こうやって高さがあることによって、火ってね、この遠赤外線がこうじわじわっとこう届いて暖かくなるんですけど、これがね、なんていうんですかな、一番下だけの普通の焚き火台やと、このなんつったらいいんかな、高さ一番下だけってこれ下からこうしか熱が来ないんですけど、高さがあると横から来るっていうね、とにかくあったかいんですよね。そんなこと言ってる間に寝床を作りましょう。はい、これ王様マットレスのシングルサイズ最近使ってます。僕はもう一人で車中泊寝ることが多いので、ファミリーとかキャンプとかじゃないので、なのでですね、シングルサイズでちょうどいいですね。はい、こんな感じでスペースも有効活用できます。180センチと60センチっていうサイズですね。ほら、綺麗でしょう。これ普通に薪の量でこの高さ出すのって普通に1段のやつに重ねたんじゃ無理なんですよね。こう3段にちょっとずつ上げていって分けてるからできる高さでございます。はい、でですね、今日は2段目でお肉焼くんで、もう先にですね、この2段目のところに炭を仕込んでおきます。
2段目の半分のところにこんな風に炭を仕込んでおきましてですね、温めておく。でちょっと3段目でも若干燃やしてみるっていう感じですね。さて料理していきましょうか。今日はねお肉焼きますんでね、あとカレーですね。カレー用のお米炊いていきます。一応の2合用意しておきます。だらだらね、お酒飲みながら食べるんでね、結構食べます。水入れて、これねメスティンでどうしても炊くとき無洗米じゃない場合はこのお米を研ぎにくいっていうのはね、ちょっとメスティンの難点なんですけど、そんなねそこまでしっかり研がなくても、別に多少研ぎが甘くてもなんかまずいなっていうわけでも全然ないので、はい、2,3 回ですね、ある程度シャカシャカシャカっと研いで15分浸水しておきます。これねシェフの鳥羽さんから教わりました。米は15分浸水すると美味しくて、15分以上浸水させてもそんなに変わらないということなので、キャンプの時は大概15分を実践しております。だんだんちょっと日が暮れてきましたね。焚き火の火が綺麗な感じに映っております。はい。でね、ちょうどこの2段目のこの半分のところに設置してる炭がですね、ちょうどいい感じに、いこってきましたので、それをちょっとまとめましてですね、2階の半分のところに鉄板を置きます。でそうすると下からもその炭の厚さもあるし、その下からも薪が焚かれてるし、でですね、上にも火をつけてると上からも熱を加えることができるんで、これピザとかね、ナンとかね、そういうのをこう両面焼きすることも可能です。すごくね火力がブワッとなってお肉とかめちゃくちゃ美味しく焼けるんですよ。周りからも火が来ますからね。で今回ちょっといろんなスパイスがある中、これ九州の方のやつだかな、黒瀬のスパイスやったっけな、ちょっとそれを使わせてもらいます。で油、これどうしてもね地面がこう普通の道路みたいにまっすぐじゃないんで、油がこうねジャーッといっちゃうんで、その辺気をつけてください。もう鼻から油を肉にかけた方がいいかと思います。ちょっと今日はねお肉がしっかり焼けてる映像を多めに、サービスカットを多めにしております。いいですね。だってこれ鉄板で肉が焼ける音って本当にいいですね。もちろんこれこのオプションの鉄板じゃなくても市販の長細い鉄板みたいなのも置いてもらえますし、収納がねこの円になってる方がセットで収納しやすいっていうのがあるんですが、あと普通に売ってる網ですね、長細い網とかもあそこに置けるんでいいと思います。いいですね。ちょっとサービスカットでいくつも肉焼けてるカットを用意してますんで、いいですね。
スパイスの濃いめの味がハイボールに合うでしょう。おそらく焼いた肉ってうまいですよね。ハイボールに合うでしょう。合いましたね。合いました。肉、スパイス、ハイボール、とんでもない相性です。さあ、米炊いていきましょう。本当にね、15分浸水してるとメスティンでもあんまり焦げつかずにすっごく上手に炊けるんで、皆さんキャンプで、メスティンとか飯盒でご飯炊くときはぜひ15分浸水させてください。ハイボール2杯目いかしていただきます。この時間最高なんですよね。さあ、そしてカレーも作っていきましょう。作っていくっつっても、もううちのこじらせカレーにですね、水入れて、もうあとはキノコ入れるだけです。もうすぐできます。本当に最短5分。お米もね、綺麗に炊けましたね。最短5分でいけるし、あんな風に一番上にね、フライパン乗っけることもできます。ちょっと温めながらね、やって、その間に細かくキノコ、これ舞茸ですね。これ煮込んで、舞茸とこれもカットされているしめじですね。キノコカレーにしていきます。これ最短5分でもできるし、ぐつぐつもっと煮込んで煮込めば煮込むほど少しずつ味が変わって変化していくので、30分ぐらい煮込んでもいいですけど、この日はそうやな、10分15分ぐらいですかね、煮込みましたね。さあ、ご飯セッティングいたします。カレーいただきましょう。いい具合にできましたね。もうそもそもこじらせカレーは具を入れなくても味はもうがっちり完成してますんで、あとはもうキノコだけとかでも十分美味しいです。いただきます。何ですかね、このキャンプでのカレーって家で食べるよりほんまに3から4倍美味しいですよね。何なんですかね、キャンプイコールカレーって一番最初にこう打ち出した人誰なんやろ。海外でもキャンプでカレー食うんかな。さあ、肉、これもう一個買ってました。カルビの塊のやつですね。これも焼いていきます。いいですね。で、この1個前に焼いてる肉の時のスパイスがですね、鉄板とかにちょっと火ついてますけど、もう鉄板頑丈なんで、あれはもうガリガリガリってやってもったら綺麗に取れます。カルビもやっぱうまいですよね。で、ハイボールですよね。もう肉焼いてハイボールですよね、これもね。なんだかもうね。で、これてっちゃん、こてっちゃんですね。スーパーでこてっちゃん売ってましたんで、こてっちゃんではてっちゃんか、普通ね。で、焼き鳥とかね、こんな風にもできますね。これメスティ、シェラカップにオイル、マッシュルームのオイル焼き作ってるんですけど、ウインナー焼いたりとか、焼き鳥温めたりとかね、こうスーパーによってお惣菜の焼き鳥です。温めてます。で、こんな風にもね、下の段に直でこういくこともできますし、ほんとね、いろんな使い方ができる、なんか使っててすごい楽しい焚き火台ですね。さあ、がっつり火も暮れてまいりましてですね、ゆっくり焚き火に当たりながら、もうこの頃には焼酎のお湯割りに切り替えております。最高の時間、ちょいタバコ吸いながらゆっくりさせてもらいます。いいですね。辺り真っ暗ですね。よくなんか怖くないんですかとか言われるんですけど、
案外まあね、キャンプ場であればね、他のキャンパーさんもいらっしゃいますしね、そんなに怖くはないです。さあ、もうお酒も飲んでお腹いっぱいなので寝ます。今日は車中泊いたします。おはようございます。いい天気です。ちょっとね、昨日より朝寒いですんで、ちょっとうちの得意ビデオストアの燃えにくいブランケット、それにくるまりましてですね、水場に向かいます。で、洗顔と一応ね、クリームを塗ります。これも得意ビデオストアのミスティファイっていうですね、これね、今日は水場が近くにあるんでいいんですけど、洗顔がですね、パーって顔に塗ったら泡立ちまして、勝手に泡立ってくれまして、その泡立った泡をもう水なしで拭き取るだけで洗顔できます。この日はね、水場があったんで一応流しましたけど、拭くだけで大丈夫です。で、あとがこれがですね、オールインワンですね。洗顔してこのクリームを塗るだけで OK です。出ました。久々のコンタクトカット。結局ね、朝のキャンプ場が一番気持ちいいです。で、これ朝ごはんね、なんか食べようかなと思って、実は昨日カレーに生卵乗っけようと思ってたのを忘れてましてですね、卵が6個丸々残ってたんですよ。それを、卵焼きにしようかと思ったんですけど、せっかくなんで残ってるしめじ刻んで、あとポテトチップスも残ってたんで、ポテトチップスとしめじと一緒に焼いたらどんな感じかなみたいなで、焼いてみるんですが、先にポテトチップスもね、これ塩コショウのね味だけで食べるんですけど、結果から言うと先にポテトチップスを卵に混ぜて一緒に焼いてしまったんで、ポテトチップスがすぐ焦げて良くなかったです。卵に混ぜてないか、しめじと一緒にチップスを焼いてしまった。そうこれやるとね、ポテトチップスってやっぱりすぐ焦げますね。で、大量に卵を投入しまして、なんだかんだでなかなか焦げておりますけども、これね、案外この表面がちょっと焦げの色になってるだけで、実はそこまで焦げの感じでもなく、案外うまかった。案外うまかったんだけども、卵6個っていうのは多かったね。オムライスの大きさやもん。中にご飯入ってのおかしいぐらいの大きさですからね。こんな感じで写真もちょこちょこ撮ってまいりました。なんだかんだいいキャンプでした。